皆さんこんにちは、みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい。ということで、私は今、日本にいます。日本に戻りました。やっぱり日本はいいですね。6年住んでいたインドネシアとお別れするのは寂しかったですが、ここからまた新たな生活がスタートします。以前、ポッドキャストで出会いと別れの春の話をしましたが、日本では4月から学校や会社などは新年度を迎えます。5月になってしまいましたが、本年度の目標を含め日本でやりたいことを宣言しておきたいと思います。まずは前回のポッドキャストでも話しましたが、日本語のコンテンツ制作に多くの時間を費やしたいと思っています。このポッドキャストで新たにスタートしたいと思っているのはライブ配信です。OBS で配信する方法とかいろいろ調べたんですが、私にはちょっと難しくて、まずは Zoom を使ってライブ配信をしてみようと思っています。いろいろ試していって自分に合う形を見つけていきたいなと思っています。実は私、ライブ配信自体は好きなんです。昔、Facebook でよくライブ配信をしていました。それから日本のアプリですが、ポコチャというライブ配信アプリで1年ぐらいライブ活動をしていたことがあるんですよ。鼻笛を吹いたり、ウクレレを弾いたり、歌ったり、雑談をしたりしていました。リスナーさんと仲良くなって実際に日本で会って一緒に食事もしました。今思い出したら本当に楽しかったです。YouTube ライブは初めてなのでドキドキします。どんな人が聞いてくれるのか、どんな人がコメントしてくれるのか。まあ新しいチャレンジをして楽しみたいと思います。あとは日本語を勉強している人や日本で働いている人などにインタビューもしてみたいなと思っています。私の学生は日本で働いているので、日本の生活はどうなのかとか、日本に行く前の日本のイメージと実際に行ってみてどうだったのかなど聞いてみたいです。このポッドキャストもアップデートしていきたいなと思っています。はい、それから楽しい読み物をたくさん作ります。できれば作った本はすべてオーディオブックにして YouTube や Spotify でも聞いてもらいたいなと思っています。そうなるとやはり一人の手では時間がかかりそうなので、手伝ってくれる人も探したいなと思っています。コストをかけてコンテンツを作るとなると、やはり皆さんの応援も必要となってくるなと思っています。4コマ漫画もぼちぼち再開したいなと思っています。ただ、イラストにすごい時間がかかっちゃうので、読み物の方を優先しようと思っています。それから以前からお伝えしているコミュニティを作りたいです。あと、コンテンツ作りとは関係ないんですが、シェアハウスか Airbnb をやりたいと思っています。日本に来た外国人と交流したいんです。いろんな国の人と交流したいです。日本の家庭料理を作ったり、
ローカルエリアを楽しめる環境を作りたいと思っています。こういうのに興味がある人はいますか？自分がやりたくてもニーズがなかったら意味がないですからね。でも日本に帰ったら絶対にやりたいって思っていたことの一つなんです。大学生の頃から国際交流が好きで、いつも参加する側だったんですが、主催できる人になれたらいいなと思っています。そういう立場になれるように、このような発信活動は続けていきたいと思っています。それから仕事とは関係ないんですが、プライベートでは韓国に行きたいと思っています。一度仕事でプサンに行ったことがあるんですが、現地に住んでいる日本人にすべて案内してもらったので、今度は自分で行きたいです。それから少し勉強した韓国語が通じるのか試してみたいです。私はカズラングエッジーズのカズさんが好きで、よく彼の YouTube を見ています。彼は14カ国語を話します。YouTube では誰もが幸せになれるドッキリをということで言語ドッキリをされています。ドッキリ企画は人に迷惑をかけるものや危険なコンテンツが多い中、誰もが幸せになれるドッキリって本当に彼の人柄にも尊敬します。そんな彼がネルソン・マンデラの言葉を紹介していて心を打たれました。相手が理解できる言語で話せば相手の頭に届く。相手の母語で話せば相手の心に届く。これはインドネシアでも体感しました。下手なインドネシア語でもインドネシア語で話すと彼らの心に届いていました。だからちょっと勉強した韓国語を韓国で使ってみたいんです。言葉を学ぶのは本当に楽しいですね。このポッドキャストで出会った人の言葉を少しでも学んでみたいと思っています。はい、ということで私の目標をまとめようと思います。本年度やりたいことは、ライブポッドキャスト、外国人にインタビュー、読み物作り、オーディオブック、シェアハウスや Airbnb の下調べ、韓国旅行。以上、どこまでできるかはわかりませんが、みんなに宣言することで自分の気を引き締めたいと思います。はい、今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。